何をそんなにせかして。うる覚えの歌詞が最近頭から離れない。生きて死ぬための私たちの人生、その美しさを語る歌。生きて死ぬための、生きて死ぬための。その美しさが何なのか私には分からないけれど、そんなことを考えるようになったのは旅を始めたからかもしれない。車を走らせているとあることに気がついた。守られている気がする。入場料を払ったからだろうか。そういえばずっと旅というよりサバイバルをしている感覚があった。ちなみに10日間お風呂に入っていなかったのも相まってかもしれない。私はしばらくそこにいた。一人で来てよかったと思うのは、好きなだけ好きな場所にいられることだ。ここは電波がないけどトレイルが近くにあって交通はあった。ここは私の出番ではない。そう思いながらキャンプ場に向かった。どこでお金払うの？どこでお金払うの？どこでお金払うの？支払い方法が分からず聞いてみた。見回りが来て支払いもできるようだったが、そわそわしたので入り口まで支払いに戻った。場所を確保しておくといいと教わったので荷物を置いてきたのだが、それはそれでそわそわした。ティーンズの車を通り過ぎキャンプ場へ戻った。せっかく確保した場所の真横の岩ではたくさん人が登っていて、なんだか心地が悪かった。居心地の悪さと引き換えに、そこに登っても大丈夫なんだという切符を手に入れた。そこへ一台の車がやってきた。説明しよう。困った様子でExcuse me と叫んでいたおじさん。どうやらタイヤがパンクしかけているらしい。奥の奥にしまってあった機械を取り出しておじさんに貸して差し上げたのだ。困っている人を助けられると意気込んだ。普段あまり人と会話をしないせいもあってか、会話自体にも意気込んだ。ちなみにこの時の私はここが地獄の入り口だと知る由もない。空気が入った後、おじさんはある提案をしてきた。困った。試されてるように感じた。神様は試練を用意していた。人の役に立ち、いい気持ちになるのはただではいかないのだ。新品ではあったが、その値段より高くするなんてことはできない。なんか意地悪してるみたいに感じた。どうしよう。そうだな。まずはこの機械の値段を知らなくてはいけない。Amazon の購入履歴を見ようとアプリを開いた。しまった。忘れてた。ここは電波がないんだった。脱線したテインズよりピンチじゃないのこれ。本当に困った。いくらだったか全く覚えてない。この時同時にいくつかの機械を買ってる。なんだか高かったことだけ覚えてる。値段が書いてるんじゃない？ない。どこにもない。脳みそが一気にぐるぐると回ったのが自分でも分かった。多分150ドルぐらいしたんじゃなかったっけかな。いやでもそこまでしないか。高すぎると良くないな。よし、安くして100ドルでいこう。親切さを忘れずに、でも買い直すことも忘れずに。100ドルだ。決めだ。100ドル。I mean, I totally forgot how much is it. Maybe like I guess like around 100. So it's
okay? Those about $30, $20 is Walmart. Oh, Sadi? Yeah, Oh, okay. 100ドルといった過去の私を斧で真っ二つにした。気まず。あ、ダメ、心折れる。早くこの場から立ち去りたい。いや違うじゃん、私今日ここ泊まるんじゃん。ここが今日の家なんだよ。早く30ドルでいいから早くお金置いて立ち去って。40ドルくれるんかい。10ドルチップだよじゃないのよ。新品なんだよ。アマゾンで買った新品なの。この電波も何もないキャンプ地で売ってあげたんだよ。100ドルでも買ってくれや。いや買ってくださいよ。2人が去り、精神状態がぐちゃぐちゃになった私はとりあえず車に戻った。猫はどんな時でも勝手である。最高だった。外に出たら大きな大きな一本のドラゴンのような雲を見た。ボールならぬ徳を7つ積んだのかなと、詐欺を仕掛けた事件を差し置いて妄想した。石も乗った。なのに叶えたい夢は思い浮かばなかった。気を取り直して名所の岩を楽しんだ。とはいえただの岩。旅の本質とは人との触れ合いだとも思ったが、最近触れ合ったのはおじさん2人組だけだった。やっぱり名所を楽しんだ。そして振り絞って願い事が出てきた。時を戻しておじさんたちに、なんだそれ先に言ってくださいよ、騙したみたいじゃないですかって言いたい。引きずっていた。星が綺麗だというキャンプ場に来たのに、月明かりが明るすぎてそんなに星も見えなかった。世知辛い人生だ。GoPro はひっくり返ったが、いつもの私らしく朝日が昇る前ギリギリで目的地に到着した。日常は非日常となって、非日常は日常となった。変化が日常となり、考え方も感情もどんどん変化していくことに気づいた。あのドラゴン雲もサボテンの景色もあの朝日も一瞬たりとも同じ景色はなかったんだ。この瞬間の世界が終わるなら、私はこの空を見て泣くだろう。もう少しこの世界を知りたい。瞬間に生きると年齢の感覚がなくなるなと思った。年齢という数字は幸運にも生きながらえている年数だ。ただそれでも老いることはそれ以上にもそれ以下にもなり得ない。生きて死ぬための私たちの人生、それはきっと美しい。